はい、皆さん、こんにちは。Welcome back to my channel. 皆さん、こんな経験をしたことがありませんか？先生の日本語はわかるのに、友達の日本語は聞き取れない。みんな笑ってるけど、なんで笑ってるのか全然わからない。その気持ち、すごくわかります。今日は効果的なリスニング力の伸ばし方を教えます。もっと日本人の日本語が聞き取れるようになりたい人は、この動画を見てください。First of all, I would like to thank Skillshare for sponsoring this video. Skillshare is an online learning community where you can learn about anything. There are so many professionals sharing their amazing knowledge and skill, including languages, photography, video, freelancing, meditation, cooking, and more. I highly recommend Skillshare, especially if you like to spend more time learning new things in 2021. Also, it's less than $10 per month with an annual subscription. And the first 1,000 of my subscribers to click the link in the description box will get a free trial of premium membership. So if you're interested in learning something new in 2021, please check it out. OK, じゃあレッスンに戻りましょう。ネイティブスピーカーが自然なスピードで言ってることを聞き取るのはすごく難しいですよね。その気持ち、すごくわかります。私も英語とスペイン語を勉強し始めた時に全く同じ経験をしたことがあります。何度も諦めそうになったし、自信をなくしたこともあります。でも今はネイティブが言っていることが大体聞き取れるようになりました。もちろん今でもネイティブ同士が話しているときは早すぎて何を話しているのかわからないこともあるんですけど、問題なく英語とスペイン語でコミュニケーションが取れるようになりました。今日は私が言語を学ぶときに実践してきたリスニング力の効果的な伸ばし方を紹介します。今日の動画では日本語だけで話すので、字幕が見たい人は字幕のボタンを押してください。日本語だけの字幕もあるし、日本語と英語両方の字幕もあります。じゃあ早速始めましょう。まず日本語が聞き取れない原因を考えてみましょう。一つ目の原因は単語と文法を知らないことです。聞き取れるようになるには基本的な知識が必要です。というのは聞き取れるときは音と単語があった時だからです。たまに聞き流すだけで外国語が聞き取れるようになるっていう人がいるんですけど、単語も文法も知らないのに、ただ聞き流すだけで外国語が聞き取れるようになるはずがないですよね。例えば私はアラビア語の知識が何もないので、アラビア語のポッドキャストの同じエピソードを何百回聞いても聞き取れるようにならないと思います。もちろんアラビア語が話されている国に住んでいて、いつもアラビア語に触れているなら話は別ですが、自分の国に住みながら外国語を習得するにはある程度の単語力と文法の知識がいりますよね。だからまず日本語の基本的な構造や文法を勉強しないといけません。教科書で勉強してもいいし、日本語学校に行ってもいいです。もし教科書を使って勉強するのが嫌いなら、このチャンネルでも N5 から N3 ぐらいまでの文法を教えているので、よかったら使ってください。はい、今すごく当たり前のことを言ったんですけど、これは結構大切なことだと思います。たまに日本語の知識はほとんどないし、何を言ってるかわからないけど、とりあえず日本語の音に慣れるために日本語を聞いているっていう人がいますが、それはあまり効果がないと思います。もちろん日本語の勉強をした人、ある程度文法の知識や単語力がある人、あとは今日本語を勉強している人にとっては聞き流しは効果があると思います。勉強した文法や単語がどんな風に会話で使われるか、どんな場面で使われるかが学べるからです。だから聞き取れるようになるには基本的な文法を学ぶことと語彙力を高めることが大切です。別の動画で効果的な語彙力の高め方も紹介したので、よかったら後で見てみてください。聞き取れない原因2つ目。日本語の教科書の日本語と
実際に日本人のネイティブが話す日本語は 100% 同じじゃないことです。日本語には丁寧な話し方と砕けた話し方があります。英語にも丁寧な表現はあるけど、日本語ほど場面や相手によってフォーマルとカジュアルを使い分けないですよね。日本語のほとんどの教科書では、まず丁寧な日本語を教えます。だから教科書で日本語を勉強している日本語学習者は、丁寧な日本語を聞くことに慣れています。でも、日本人と友達になると、カジュアルな日本語で話してきます。カジュアルな日本語に慣れていない人は、聞き取りにくいと思います。例えば、これはどういう意味かわかりますか？コンビニ行くけどなんかいる？これは初級の教科書では、コンビニへ行きます。何かいりますか？とか、コンビニに行きます。何かいりますか？と教えられると思います。でも、カジュアルに話すときは、このに、ダイレクションパーティコルのに、英語の to は省略されることがよくあります。あと、何かが何かに変わったり、けどは but という意味だけど、前置きとして使われることもあります。他にも日本人は話すときよくは、お、が、に、ダイレクションパーティコルのにを省略します。例えば、コーヒー欲しくてコンビニ行ったけど、財布忘れて買えなかったとか言います。あとは、いを省略して食べてる、飲んでるとかも言います。だから丁寧な日本語より早く感じるんですよね。他には普通は日本語は英語みたいに主語を言いません。私は、あなたは、彼は、彼女は、彼らはとか主語を言わないことが多いです。これは話の流れで誰の話をしているのか大体わかるからです。でもこれに慣れていない人は今誰の話をしているのかわからなくなります。ミク先生、じゃあどうすればいいのってみんな思ってるかもしれないですが、これはもう慣れるしかないと思います。日本語には習うより慣れろということわざがあります。その通りだと思います。日本語に触れる時間をできるだけ増やして、いつも日本語を聞いたり、読んだり、話したりしましょう。日本語のドラマを見たり、アニメを見たりするのもすごくいいと思います。よくアニメを見たら変な話し方になるから見ない方がいいという人がいますが、私はアニメからも学べることがたくさんあると思います。もちろんアニメだけを見てアニメのキャラクターの真似をするとすごく変な日本語になるかもしれないですが、アニメだけじゃなくていろいろな媒体で使われる日本語に触れれば問題ないと思います。私のおすすめはバラエティ番組とかリアリティ番組です。あともう一つ大切なことは、知らない単語をメモする習慣を身につけることです。ノートに書くのが一番いいですが、ノートがないときは携帯のメモに書いてもいいです。これは皆さんも経験したことがあるかもしれませんが、私は単語をメモしたら、その単語をよく聞くようになります。それまで全然聞かなかったのに、メモした日からその単語をよく聞くようになります。これはそれまで聞いても頭に入らなかっただけだと思います。でもメモすることで、それが頭のどこかに残って、次聞いた時に脳が、あ、この単語知ってるって思うから聞き取れるようになるんだと思います。だからドラマとかアニメとか YouTube を見たり、ポッドキャストを聞くときに、ただ聞くだけじゃなくて、わからない単語が出てきたら調べてメモすることをお勧めします。日本人の友達が知らない単語を使った時も恥ずかしがらずに聞くことをお勧めします。わからない単語が出てきた時に、ブラブラって何？ブラブラって何ですか？と聞きましょう。もちろん 100% 聞き取れるようになるには時間がかかりますが、毎日続ければいつか必ずネイティブが言っていることがわかるようになります。一番大切なのは楽しむことです。楽しくなかったら続かないですよね。自分が一番楽しめる方法を見つけて、それを続けてみてください。アニメが好きならアニメでもいいし、人と話すのが好きなら日本人の友達を作ってたくさん話してもいいです。自分に一番合った方法を見つけましょう。じゃあ今日の話を簡単にまとめると、
まず大切なのは日本語の基本的な知識を身につけること。それか身につけながらリスニングをすること。単語も文法も知らないのに聞き流してもあまり効果がないと思います。2つ目は教科書の日本語だけじゃなくて日本人が実際に話している日本語に触れること。日本人の砕けた話し方にも慣れること。3つ目は知らない単語が出てきたら必ずノートに書くこと。そして覚えた単語を意識してアウトプットすること。最後に自分が楽しめる方法を見つけること。これはあくまで私が自分の経験から学んだことです。あとは日本語を聞き取るのが上手な学生が実践してきたことです。皆さんはどう思いますか？どうすれば効果的に聞き取れるようになると思いますか？コメントで教えてください。もっとこんな日本語だけの動画が見たい人は、ぜひいいねボタンを押してください。コメントも待ってます。今日も見てくれてありがとう。じゃあまたねー。